今日の調子いかがですか？今日はちょっと肩が変な感じがして、はい。少し前からなんかちょっと緊張してる感じはがあったんですけど、なんか最近になってちょっと首周りとか耳、頭の方までなんかちょっと違和感が、なんかあって、はい。でそれがこう解消するといいなと思ってます。わかりました。最初肩から来て首頭まで来たっていう感じだったんですかね。そうですね。うんうん。なんかこう割とその仕事もちょっと忙しくて、はい。こうなんか寝る時間ちゃんと取れなかったりとか、結構そういうタイミングが重なってて、結構なんていうのかな、肩周りに来て、はい。そのまま上がってったみたいな感じですね。頭の方にって感じですね。確かにこの辺もなんかね詰まった感じありますし、それがこう来てこっちもねそれなりになんか頭の方もここちょっとこの骨なんか変な感じしますよね。この2番3番ぐらいかな。ここはなんか首回しにくいとかってあったりしますかね。なんていうのかな、なんか、はい、同じ強さで押されても、なんか左側よりちょっと右側の方が、はい、なんていうのかな、なんかすごい強く押されてる感じがするってことですかね。はい。なんかなんかそうですね。この骨がちょっとずれてるんでしょうね。これだから多分こっからちょっとこう傾いてるっていうのかな。そういう感じがあります。なんか寝てる時もちょっと頭が傾く、左に傾くみたいな感じ。やっぱそうあるんですね。ちょっとそこのところからちょっと首の辺見ますね。なんかそこからちょっとねずれてる感じありましたね。ちょっとなんか熱っぽいですね、この辺もね。こんな感じします。じゃあ、針をする前に一回ちょっと首を伸ばすというか、肩のマッサージとかストレッチみたいなしたらいいかなと思う。それやってみましょうか。はい。はい。じゃあ、仰向けに寝ていただきましょうかね。はい。なんか本当になんか首の筋がちょっと変な感じしてましたね。そう首のとこが結構前から、なんか今に始まったことでもなくなんか結構ちょっと変だなっていうのはずっとありますね。もう結構古そうな感じなんですかね。気づいたらっていう感じですね。ちょっと一緒に頭上げてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。そうですよ。もう少しいいですよ。この骨ですよ。なんかね、多分触ったら、って感じ。ボコってしてるんですよ、なんか。ねえ、自分でも結構普段。甲状腺とか別に何もあったりしません？言われたことないですか？言われたことないですね。これですね。でも、なんか喉らへんは結構すぐおかしくなる。イガイガとか？風邪ひくとき喉からくるとか。ちょっと左に向けます？これ。向ける範囲で。はい、OK です。なるほどね。ちょっと持ちますね。こうね、喉の、まさに喉の場所だから。そうですね。なんか関係あるかはわからないけど、昔過呼吸になりやすかったりとか、あと、運動誘発性喘息もありました。なんか次第になれなくなったんですけど。ちっちゃい頃、小児性って感じだったんですかね。そうです、そうです。そこめっちゃ違和感あります。ね、こ
れ多分そうですね、筋肉の問題だったら針すること多いんですけど、多分どっちかっていうとその軟骨とか骨のあれがずれてるのと、なんかこけてずれるとかね、なんかわかんないですけど、子供ってほら体にサイズに比べて頭が大きいじゃないですか。だから結構子供の頃こけててとか、頭をぶつけてる子多いですよね。頭大きいからね。多分それは結構だから、これ今はねなんか抑えられたって感じあると思うんですけど、でこれでそうです、まあ桜井さんもねインストラクターされてるから、体の感覚はね今だからそうですね、抑えてちょっとだけ圧をかけて、まあこの、骨の靭帯とか軟骨とか、そういうのをこうストレッチしてあげる感じなんですけど、なんか伸びる感じします。ですよね。今はどのぐらいでしょうね、押してる強さ。押してる強さはそんな強くないですよね。そんな強くない。なんか前にそこをこう指で、触られた時に爪でガリガリやってるんじゃないかって思うぐらい、なんか実際そんな押してないのにめっちゃなんか押されてる感覚だった時があって、でその時になんかちょっと変なんやみたいな。うちに来られた時にそうですね。ここじゃないです。ここに来た時じゃなくて、インストラクターの先輩とお互い体こういろいろ見てる時に、首そこをちょうどこう触られたって、なんかその時もちょっと変だねみたいなこと言って、その方も気づかれて、そう触ってくれてたんですけど、その時に確かに左右で全然感覚が違うなーって感じがあったんですね。これもやっぱり右から今ね、圧力かけてますもんね。だいぶなんかほどけてきた感じしますけど、ちょっと戻しましょうか。ちょっと楽です。よかったです、よかったです。そうですね、今ボコっていう感じがちょっと抜けたかな。ちょっと楽になりました。で今次もう一個上に移った感じ分かります？さっきのここだったんですけど、一個上のとこですね。次ここですね。これが2番なのかな。ここですね。今分かります？これちょっと真ん中ですよね、さっきよりね。そうですね。これがもしかしたら喉が調子悪くなるのの分かります？多分ね、ここ押さえられると喉の裏のこうあーっていうところ分かりますね、分かってる感じすると思いますね。桜井さん、これ多分顎から動かした方がいいと思うから、ちょっと石股、ちょっと顎を押さえさ、ちょっと唇に落ちちゃうかもしれませんけど、すみませんね。鼻かかって息できます？はい、できます。じゃあちょっと頭を上げてもらって。軽く噛んどいてくださいね。で、見えてるか見えないかもしれないですね。撮ってるけど。これで多分見えると思います。ごめんなさい。これですね。ちょっと引っ張るんですけど、なんか変な違和感あったらね、教えてくださいね。今やってるとやっぱ息もちょっと深くなった感じするんで、息もね、きっと吸いやすくなったりするんじゃないですかね。だからヨガとかストレッチとかもこうポーズ取って伸ばし始めてからなんか30秒とか1分とか伸ばすと思うんですけど、こういう一応治す目的でやる時もこうやって持続的に
さっき左向いて指で押してた時もそうでしたけど、ちょっと30秒1分ぐらいですかね。うん、これでだいぶまたなんか様子変わった感じですけどね。はい。なんか鼻通りました。ああ、よかったです。確かにこの辺は、なんかちょっとまっすぐ、全然違う感じだった。なんかまっすぐ感ありますよね。これで、もうちょっと最後ちょっとだけ顎をもう一回、もうちょっと強めに押したら多分、良くなりそうですね。だからもうさっきよりこの本当に首のこの盆の首っていうんですかね、ここの付け根のところに次は働きかけるんですけど、さっきのとこちょっと抜けたじゃん。なんかもうあんまり違和感ないと思うんですね。で次はだからどっちかというと顎を何やろな、頭を本当に真上に引き上げる感じなんですけど、ちょっと角度違うでしょさっきと。この状態でほんまに首の本当に付け根のところに今はストレッチかけてる感じですね。これで多分首の左右の方っていうのかな、もうちょっと伸び始めた感じしますよね。こんなもんですかね。しびれたりしなかったですかね。大丈夫でしたかね。首はねちょっとね気をつけないと。でもなんかいい感じですね。なんかむくみというか突っ張り取れた感じしますね。なんかさっきは途中でなんかしこりって感じじゃないけど、指止まってるみたいな。そうやってもそうですね、背骨に首の骨に指走らしてもボコボコってしてたけど、ないですもんね。よし。すごい。よかった。でも普段も一応今日ねカメラ回してるんですけど、鍼灸院の動画なんだけど、まず首のストレッチからっていうのがなんかあれ針はって感じだと思うんですけど、でもあれですよね。今桜井さんもね以前来られてたけどそんな感じでしたけど、なんかほんで伸ばして、でそれでも多分この後肩とかに針するんじゃないかなと思うんですけど、こう伸ばすのが向いてる時と、あと針をグッてこう入れてあげた方がいい場合ってあるんですけど、この首はその骨の骨の麻痺って書いて骨痺と書いて、うちはホームページとかでも説明してるんですけど、そっちのなんかトラブルって感じでしたね。一回じゃあ起きてもらって、でどうですかね。なんか全然違う感じ。ちょっと顔も明るくなったかもしれないですね。ここもシュッとしたかも。そこにちょうど鏡あるけど。なんかさっきやっぱちょっと顔傾いてたのかも。なんか視界の感じが違います。まっすぐ見てるなって。結構首の後ろとかやると目の神経って首の頭の後ろの方にあるんで、結構目すっきりしましたとかいう方も、もう肩のね突っ張りも抜けましたもんね。全然変わりましたね。本当にここもちゃんと楽に乗ってる感じですかね。変わりましたね。そうですね。ほんででもねこれとかは皆さんこっち来てもらっていいですか。はい、今ここをメインでさっき伸ばしたんですけど、こうやって見るとこれとかね、こういう、ちょっと下げますねこれ。こういうとことかですね。こういうとこなんかは分かります？なんかこう、なんか
これとかですね、なんか、壺っぽいというか、重い感じがねしますよね。ちょっとこれもまあ指圧っていうふうに言う治療所とかもあるし、指圧マッサージとかもあるじゃないですか。これも指で圧力をかけるとこういうのってほぐれていくんですけど、ストレッチですね。だから基本的には。ヨガとかはこうポーズでそのこういう筋肉とかこの長軸方向っていうんですかね、筋肉のこう方向に沿ってこうピーッとこう服なんかもそうですね、こうピーッて引っ張るんですけど、指とか指圧とか針とかだとその垂直方向にこうやって例えば背中の筋肉こうありますけど、ヨガとかストレッチって自分でやる場合ってこういうその縦方向にしかやっぱ難しいと思うんですけど、だからこの縦方向の中でどっか異常がある時にはこうやって誰かに肩を揉んでもらったら気持ちよかったりするじゃないですか。あれと本当同じような感じで、だから今もこれでだいぶほぐれましたけど、この後ここまだもっと深いところのもっと硬いやつとかにはこう針でこう指で押す代わり、指とか爪で押す代わりにスーッとやってこう押してあげるとそこにストレッチがかかるんでほぐれていくっていう感じですね。順番的に言うとこう左肩から来て次右に行って首の方にも来た感じっておっしゃってましたけど、だから123なんですけど、逆にこうほどいていく順番からいくと123逆になるんですよねっていう感じなのかもしれません。このまま取れましたけど、この後針しますけどね、でこっちはちょっと緩んだ感じあると思うんですけど、12ってやって次こっちはでも確かにこっちの方はなんかごっつい感じしますよね。なんかはいこれじゃないかな。これそれなんかすごいですよね。ね、なんかね、大きいですよね。なんか肩周りは自分でこう実践してても苦手な部分の一つ。そのヨガとかピラティスとかでやってても。そう、多分もしかしたらこれはだから例えばちっちゃい時に頭ボーンとぶつけててグイッてこうムチ打ちみたいになってたらそういうのってこうなんていうんですか、横方向からのそのこう指圧とか針みたいなそういうのでちょっとメンテナンスかけないとね、ごめんなさい。こうやってだからここをこうなんかちょっと服でもほつけれたりなんか痛めたりするとこう縮こまるような感じになるじゃないですか。そこをだからこうやって圧をかけてあげるとストレッチがかかるんで、まあそのあーっていう反応あったりするんですけどね。それすると今でもねなんかほどけてきた感じあると思いますけど、ちょっと塊にちっちゃくなりましたもんね、なんかね。結構患者さんに言うのは実は針もまあストレッチなんですよねって言うと「そうなんですか」とか言われはるんですけど、でもここはまたね別の角度と筋肉にやってますよね。だからこれは今手でやってるんですけど、うちで時々使ってるまあ針を刺す前とかによく使うこの刺さない針ってやつですね。なんかもう何度か見せて使ったこともあると思うんですけど、こういうやつですよね。いろいろあるんですけど、こういうのとかでこれはだから大きいエリアやるときはこういうのとか、これも、まあ、上下入れ替えたりするんですけど、これでやるんですけどね、ここが例えばなんか広くやりたかったらこういうので、こんなんとかでこういうふうにね、やったりとか。
でもこう新旧の古典とか古い本でやっぱ2000年前とかに書かれた本とかもあるんですけど、はい。そのぐらいの頃からこういう針とかこの普通の針金みたいな針とかいろんな針がもう解説されててすごいですよね。なんかそんな頃から深いですね。ちゃんとねこうすごく理路整然と書かれて、今でも辞書2冊分ぐらいの本になってまあ解説入ってるからかな、まあ、辞書1冊分ぐらいかもしれませんけど、そういうのがちゃんと出てて読むと今でもなんかね、まあその読み下しとかの補助を学者さんがつけてくれるんで読みやすくなってるんですけど、なるほどみたいな感じで、日本はこういうね刺さない針銀とか、まあ、今は銀ですけどうちのも金のもあるんですけど、こういうのが結構有名っていうか、日本の針といえば刺さない針とかですよねとか言って外国だと認知も広がってるみたいですけど、今はだいぶ感じ違うんじゃないですかね。違いますね、なんか、広がった。そうですね、こうぐーっとこうなってたのがこうヒュッとこう落ちたっていうような感じで、そうですね、もしかしたら最初にやっぱりここがなんかあって、ほんでだんだん引っ張られてこっち来て、でこっちもなんかもともと首の骨もあったしっていう感じのパターンだったかもしれないですね。はい、こういう感じで首肩の施術をするためにうつ伏せになっていただきました。では桜井さんちょっと見ますね。はい。なんかね、まあ姿勢の違いもあるんですけど、ここはさっきの様子でだいぶ変わった。ここかな。ここと、まあ、この付け根のところですよね、この筋肉の。ここと、あと、やっぱここ同じ、まあ、ちょっと高さ違いますけど、この付け根のところですね。ここは例えばさっきお見せしたツボ押し棒みたいな針で、これは刺す針使った方がいいだろうなと思うんですけど、こういうところもさっきのツボ押し棒でアプローチするんだったら、ちょっと太めのやつですけどね。今なんかもそうですけど、やっぱりこうツボに当たったらなんか息深くなるんですよね、その瞬間に。なんか自律神経反射みたいな、そういうのもあるんじゃないかなと思うんですけど、結構針はいろんな研究がされてるんですけど、やっぱりこのストレスとかこう眠りとか、そういうストレス、自律神経的な問題、内臓とかも含めてどうやらやっぱり効果があるらしいっていろいろ出てるみたいなんですけど、やっぱりこういうこう今まさにだから桜井さんの息がこうふーってこう変わったみたいに、体ってそういうね仕組みになってるんでしょう。だから多分ヨガとかピラティスでこうストレッチかかるじゃないですか。こう体にテンションかかると、しかもいいバランスで、そうするとやっぱり心もね息も整うし心も整うっていう、今これだけでもだいぶ様子変わりましたけどね。指の通りが良くなったみたいな。とはこの骨ちょっとなんかね突っかかりありますよね。これわかります？こっちは割といいんですけど、これっすね、なんかその痛くなる前後肩ぶつけたりしませんでした？わかんないっすよね。いやでも肩動かしてはいましたね。どういう感じで？サイズで。いろんな方向によく動かすようにしてたかな。ちょっと肩の骨がこれっすね。これがおーって感じありましたね。
これがちょっと、あ、今だいぶ動きましたよ。なんかね、これですね。今多分この筋肉のこの付け根のところ、まあもうちょっと深い筋肉は関係してそうですけど、今剥がれてきましたね、なんかね。あ、動きましたね、ピクって今。うん。うん。これでだいぶ、左足はい。が反応しました。あ、左足の方が。へえ。まあ、繋がってますもんね。だいぶもう違和感ね、だいぶ、まあ、ここまだありますけど、これかな。これっすね。ここ、あ、なんかそれすごいな。ね、これ、気持ち悪いっすね。このぐらいっすかね。さっきと角度もなんか、深さもちょっと違いますよね、やっぱりね。よりこう、大きい筋肉をこう剥がしてる感じ。まあ、筋膜リリースとか、肩甲骨剥がしとかね、いう感じに似てるっていうか、まあ、まさにそういう今、作業ですよね。でこれもやっぱり肩とかめちゃめちゃ複雑な構造してるじゃないですか。なんで、ほんで自分の体ってこう客観視できないし、こう、だから僕たちみたいなこう職業があるのはやっぱり、まあ、かゆいところに手が自分じゃ届かないんで。バッテリーがなくなりました。あ、そうですか。はい。わかりました。あとバッテリー出しましょう。はい。うん。っていう感じの、すっきりしますよね、なんかね。ちょっとバッテリー持ってきます。うん、OK ですね。じゃあさっきので、だいぶ、で、仕上げに、さっきちょっと傷血を出してたんですけどね、これっすね、こう分かりますこれ。なんか。これは、こう手で言ってもいいんですけど、ちょっとね、こう、スピードっていうか、なんかちょっとこれ足りないですね、勢いが手だと。だから、なんか鍼灸って打つ針の術って書いて打針術、打ち出の小槌みたいな感じなんですけど、そういうジャンルが日本の鍼灸ってあるんですけど、それのこれかな。皆さんこれちょっと映してもらっていいですか。こううちは桜井さんそのままで結構です。こうやっていろいろ種類を大小揃えてあるんですけど。またこれ別で撮ってもいいですね。で、今、坂井さん、この方、なんか多分ちょっと肩ずれちゃったのもあったのかもしれませんね。これですね。これね、突っかかってる感じあると思うんですけど。ヘリコプター出てますね。うん、なんかあったのかな。台風情報、これですね。これに、なんかね、いなくなった感じあると思います。もうちょいっすね。これは重たいっすね。重たいっすね。これ多分周波数に合わせて選んでるんだと思いますね。なんか目には目を、歯には歯をみたいな感じで、ここね、深い一緒なんか重たいですもんね、これね。この角度ですね、しかもね。さっきの別に痛くなかったです。はい。ね、大丈夫ですかね。ちょっとこれ。軽い。今ピクって反応ありました。よしよし。
これやるとなんかこうパンパンパンってこう瞬間的なストレッチ入れられるんですよね。気絶入れた時に。そういう道具として使ってますね。なんかいい感じですね。さっきよりいい感じです。ね、スルッとほどけた感じで。で、次、ここかな。ちょっとここ開けますね。次、針打つ感じになると思うんですけど。これですね。これと、ちょうどさっき押さえてた跡があるけど。これと、これですね。このとこと、ここですね。ここにこれ結構きついですね。これが、これっすね。でも多分、やっぱりこう、ポーズ取るときに腕上げる筋肉だと思うんですよ。維持するっていうか、こう、首も支えてるじゃないですか。これは、やっぱり、そう、普段鍛えてるっていうか、使ってらっしゃるから、多分ポーズ、これとかね、ちょっと普通じゃないですもんね、これね。もうアスリートっぽいですもんね。でもこれ多分首とか腕をこう上げて維持するとか、そういう筋肉で、これはちょっと傷地とか指圧だとこう対処しようがない感じなんで、ここは針を刺したらいいと思いますね。はい。じゃあ、一回、ちょっと先に手洗ってきますね。このままお待ちください。で、当院ではこのお手洗いスペースに手洗い場があるので、針を打つ前は、特にこの人差し指とか中指、親指ですね。この辺はやっぱりよく使うとこなんで、やっています。で、備え付けのペーパータオルで、拭いて、それから針を打つようにしています。じゃあ、今、手を洗って、これから針をここに置いてあるのを、出すんですけども、当院では、最近では、そのままでいいですよね。こういう使い捨て針ですね、を使うところがやっぱり多くなってるんですけれども、私の修行先でもやっぱり金とか銀の針の優れた効果を教えていただいていたので、1階の方ので洗い場をちゃんと設置して、歯医者さんとかと一緒の超音波洗浄機とか高圧蒸気滅菌機といったものを置いて、看護師の人とかにも一緒にアドバイスをもらったりしてこう整備したところで、こういうふうに金とかですね、ここには銀って書いてるんですけど、そういった針を使い分けるようにしています。ここに、1寸6分とか2寸とか書いてるんですけど、長さとか太さをこう別々に分類して、例えばこれだと1寸6分の金の2番が6本入っているのとか、3番が3本入っているとか、そういったものをこちらで管理して、いつも使い分けております。今日の先ほど見た桜井さんの様子だと2寸の金の8番とかがいいかなと思ったので、ここにあるちょっとね長くて太めの針なんですけど、ここに、2寸の金の8番があるので、この4本入りの2本でいいですかね、2本で出して使ってみようと思います。でこれをここに置いて、でこっちに
こちらに網皿とニスンの、新管というものですねが置いてあるので、出して、これはもう使い捨てのものになっているので、これも出して、でこうやって、はい、これ滅菌してるやつが、でここにこれを置いて、でここでこれは針をこう支えるものと、失礼しました。これはアルコールですね。ここに置いて、でこれで針をしていこうと思います。じゃあ、はい、さっき見たおそらく腕肩をサポート支える筋肉、これですね。これとこれ、そうですね。やっぱりさっき針の長さとかの太さの説明でも言ってたんですけど、ニスンの金の8番って結構太くてしっかりした針なんですよ。でも桜井さんの体型からすると結構普通、同じ例えば背格好の女の人だったら多分この太い針はもうちょっと細い針になるんですけど、やっぱりこうねインストラクターで鍛えてらっしゃるから、その分筋肉がしっかりして疲労もたまってるとは思う、関係あるもあると思うんですけど、ちょっとねしっかりした針になりますね。ここですね。これ、はい。で、これを押さえて、針進めますね。今もねやっぱり息深くなってますよね。でこれやっぱり針を選んだ理由っていうのは、深いしちょっと手だと届かないし、さっきも勢いが足りないんで木槌使いますって言って木槌でコンコンってやったと思うんですけど、この筋肉に対するアプローチの時もさっきの木槌は人体とかだと思うんですけど、剣とかですね。でここはもう筋肉のそのものの端っこの方でもない本体のところに狙ってるんですけど、ここもちょっとあまりにもこう疲労のたまり具合とかこわばりぐらいがきついと指だとちょっと対応できないんで、刺さない針とかなんで、こういうやっぱり鋭ければ鋭いほどこう力って強くなるじゃないですか。なんで今届き始めたかなって感じですね。でここぐらいでちょっとスピードを落として探るような感じになって、今こう筋肉つかめ始めたなって感じなんですけど、息もねさらに深くなりましたよね。こうやってゆっくりこう芯に届かすという感じです。
うん。もうちょっとだけ。まあほとんど今凝りが捕まえられてだいぶほぐれてきてる感じもあるんですけど、もうちょっとだけですね。動きましたね。今みたいにね、こういいとこに当たると首とか足とかね、ピクってこう反応出たりしますよね。ちなみに今刺さってるのは皆さんこれとどうしてもこのぐらいの結構ねしっかりしたいいですね。ああ、これですね。今みたいなこうすくみ反射みたいなやつは多分こうずっと引っかかってたやつが引っかかりが取れてパンってこう動けるみたいな感じになるときにそういう時に一緒にこう針もグッと曲がったりとするとちゃんと曲がるっていうか、抜けるんですけどね、そういう感じで膝の皿叩くテストあるじゃないですか。あれって圧力がグッとかかるとパンって動くじゃないですか。でそれも一緒でなんかこうグーッと圧力をかけてあげて膝の皿叩くテストを針の先で動けてなかったところに圧力がかかると心臓マッサージってこう止まっちゃった時にこうやってグーッと押すとまた動き始めるじゃないですか。心臓も筋肉でできて構造は違うらしいんですけど普通の骨格筋とは、同じ筋肉繊維なんで、だから肩が上がらなかったのが針打っていいとこに当たったらこうまた上がるようになるとかそういうのも同じようにこう今受けてらっしゃるみたいにこう動きの悪くなったり固まっちゃったところにぐーっと圧力とか、ストレッチというより圧力っていう感じですね。心臓マッサージの方がストレッチとかヨガよりはこの場合分かりやすいですかね。こう垂直方向にこう心臓マッサージにこう胸の前からこうまっすぐ押すじゃないですか、横方向に。多分櫻井さんの場合もしかしたらその肩を動かすトレーニングの前からずっとこう腕上げたり結構負荷の高いねポージングとかこっちも今動きましたねしてたと思うんで、ここがこう、筋肉疲労してちょっと固まってカルシウムが溜まったりとかしてたのにこう今ぐーっと日寸の8番っていうと直径だと何ミリぐらいかな、0.3 ミリぐらいかな、0.3 ミリぐらいの筋のこうツボ脂肪をぐーっと中に届けてあげて動きが悪くなってたところにこう刺しながらゆっくりこう前後にね動かしたりしてるんで、ゆっくりこう心臓マッサージ筋肉マッサージかけてる感じなんですよ。そうするとこうおーみたいな感じで目覚ますみたいな感じで、
針じゃないとこの感じってない。だから結構いろいろ受けてらっしゃる方とかも来られることやっぱあるんですけど、このビクッと動いた時にこれ針じゃないと怒らないんですよねとか言って、これが好きなんです針のっていう人もね、女性の方でこの間いらっしゃいましたね。でこれ針じゃないとっていうのはやっぱりやっぱりこういう鋭いもので届けないと、これ結構圧力が発生してるはずなんですよねこれ。こうなんか 1平方センチとか1平方ミリメートルあたりで言うと多分足で踏んでるぐらい以上の多分圧力かかってると思うんですよね。で今日は8番っていう太さの針選んでるんですけど、これがもうちょっと小柄な人、もうちょっとちっちゃい筋肉とかだったら2番とか3番とか、もうちょい細いのでも十分な圧力が出るんで調整していくんですけど、今日の櫻井さんのこの鍛え上げられたこの姿勢を取る筋肉のところにはこのぐらい厚い針、分厚い針じゃないとちょっと今みたいな反応は出なかったかなっていう感じですね。でちょっとここの冷えてる感じ、多分触られた感じ、ここちょっと冷たい感じあると思うんですよね。この辺がちょっとここよりはなんかこの方があったかい感じすると思う。ちょっとここ冷えてる感じあるんで、防球っていう葉巻みたいなやつですね。いつもやってるやつです。それちょっとして温めときましょうね。もしかしたらここの動きが悪いんで、冷えがね、回ってるようなところもあるかもしれないですね。これ何種類か防球も置いてあるんですけども、今日はちょっと小ぶりの亀屋さんっていう老舗のもう300人ぐらいやってらっしゃるところの防球を使います。ちょっとね、熱入ります。はい、これはティッシュを置いた理由は、この、すすじゃないわ、灰が、落ちてね、あちちってなる時がたまにあるんで、それの防止のために置きました。なんか熱が染み入るような感じしますよね、お灸ってね。そうですね。なんか気持ちいい。ね。なんかキャンプファイヤーとか焚き火とか薪ストーブがここに出張してきてくれたみたいなそういう説明の仕方すいますか。本当にもぐさがね、よもぎの葉っぱの裏側の産毛のとこですけど、これが実際にその天然のね繊維が燃えてるんで、薪ストーブもやっぱなんかガスストーブよりなんか薪ストーブの方が芯まで温まる感じありますけど、遠赤外線がこれも燃えてるとこ見たらオレンジ色にやっぱり真っ赤にたぎってるんですけど、この光線が深いところまで入っていくんですよね。なんか何だったかな、例えば電子レンジで温めちゃう肉とか、普通にフライパンで焼いたお肉より炭火焼き、焼肉屋さんとかもこだわってるとこってうち炭火ですとか言って、しかも言って備長炭とかね、炭にもいろいろあると思うんですけど、でやっぱりその炭火で焼いたやつってお肉も柔らかくなったりすると思うんですけど、あれはやっぱ遠赤外線効果なんですよね、きっとね。だからこれもよもぎの燃えた遠赤外線で芯まで柔らかくしてあげてるっていう、そういう感じの治療法になりますね。ちょっと首の後ろもちょっと温めておきましょうね。
はい。で、もう針もね、結構十分置いたと思うんで、行きましょうね。なんかね、どんな感じですか？なんかすごい、呼吸しやすくなった感じあもあるし、あ、はい。なんか全体的に、緩んだ感じっていうんですかね。ああね、肩がすくむとかいう言葉もあるぐらいですけど、肩に力が入るとかね。なんかこう広がったっていうか。そうですね、なんか弾力こうなってたのがこうちょっとこうちゃんとこうふわっとしたっていう感じでしょうかね。だから先ほど喘息とか運動性喘息とか喉がっておっしゃってたんですけど、まさにここが肺の入り口っていうかいうようなところがあるんで、ここもこうやって緩めてあげたりすると呼吸器系とか良かったりするんですけど、もしかしたらちっちゃい頃になんか首とかね痛めてたりとかあったのかもしれないですね。はい、と思ってます。じゃあこれで一回起きてみてもらいましょうか。はい、いかがでしょう。いい感じです。おお。なんか重かったやつがなくなった。はい、ああ本当だ。なんか全然違う。ちょっと上がってましたね、もうちょっとね。首が吸ってしましたね。そうですね、首もちょっと安定したかもですね。頭の位置もなんかいい感じな気がします。あ、確かに。なんかね、そんな感じします。いい感じですね。なんかちょっと動きやすいかも。背中の下の方の筋肉硬くなってた感じしたんですけど、腕動かすとちょっと背中動くっていう感じ。連動性っていうのかな。連動性があるなって感じがします。もしかしたら肩の肩甲骨のストレッチとかコンコンとかじゃないですか、あれで深いところのやつがこう、動きやすくなったのかもしれないですね。動きやすいですね。じゃあ多分今日はこんな感じでいいですかね。はい。はい。じゃあありがとうございました。柳井先生のお撮影お疲れ様でした。ありがとうございました。